トヨタイムズ放送部をご覧の皆さん、こんにちは。お昼休みに失礼します。メインキャスターの森田京之介です。アスリートキャスターの小塚貴彦です。さあ、北京オリンピック11日目ということで、この週末もカーリングとかスピードスケートとかも GTTA の活躍、本当に目が離せませんでした。小塚さん今日は何やらアピールしたい感じが存分に出ていますけれども、今日はそれでいくんですね。どうした今日はちょっと可愛い感じの小塚さんでいくということで、この謎も徐々に解けてくるかなと思いますので、お付き合いください。さあ、トヨタイムズ放送部は、北京オリンピック・パラリンピックの期間中、月水金の3日間お昼12時から放送しております。そして生放送終了後は、YouTube でアーカイブされます。英語字幕版も明日の日本時間16時にトヨタタイムズグローバルの英語チャンネルにアップされますので、今までの放送と合わせてぜひチェックしてみてください。はい、今日も YouTube へのコメントも待ってます。どしどし、はい、最後に紹介させていただきます。はい、さあそれではここまで行われた競技の中から、GTTA の活躍をお伝えしていきましょう。まずはこれですね、スピードスケート男子1万メートル、スウェーデンのファンデルプール選手、自身の世界記録をさらに更新しての金メダル、おめでとうございます。さあそして女子500メートルの方でもですね、アメリカのジャクソン選手、金メダルおめでとうございます。すごいスピードスケート。彼女の SNS にはですね、オリンピックチャンピオン、その言葉に慣れるまで時間がかかりそうというコメントがありました。いや、オリンピックチャンピオンですよ。どんどん慣れてくると思います。さあ続いてショートトラックの方行きましょう。男子 5000m リレー、これ本命だったんですが準決勝の組3位ということでメダル獲得はなりませんでした。16日の順位決定戦に日本の吉永選手回ることになります。続いてもショートトラックですね。イタリアのフォンタナ選手ですけれども、前回寺尾さんが独特なスタートについて解説してくださいました。女子の 1000m、決勝失格となってしまいまして最終順位は10位でした。そして女子 3000m リレー、順位決定戦はトップで滑り終わって5位という結果でした。ただ個人のですね1500というのが残っていまして、まだ空腹だなんていうコメントを残していますので、もう一山あるかもしれません。期待してください。続いてカーリング女子ですね。吉田選手の日本、カナダ、デンマーク、ロシアオリンピック委員会と3連勝です。特にデンマーク戦は最後の最後で大逆転勝利、それからロシアオリンピック委員会との試合では吉田選手の活躍光りました。10チームの総当たり戦9試合のうち4試合が終わった段階で3勝1敗と絶好調の日本に期待しましょう。そしてスケルトンいきましょう。女子ですね、オーストリアのフロック選手10位という悔しい結果でした。これ写真どっちに滑っているか分かるでしょうか、小塚さん。はい、左ですよね。左ですね。そうです。なんて覚えるんでしたっけ。頭からスケルトン、頭から滑ると。滑ると。はい。頭から滑ると。はい。正解です。足からスベリュージュ。スベリュージュ。はい。はい。正解です。はい、これ左の方向に進んでますよ。さあ、続いてクロスカントリースキーいきましょう。女子 4×5 キロのリレーですね。アメリカのディギンズ選手が6位、日本の小林選手が11位ということでしたが、まだ長距離の個人戦が残ってますので引き続き期待しましょう。そして男子の方なんですが、15キロクラシカル、ノルウェーのクレボ選手銅メダル、そして男子 4×10 キロリレーでも銀メダル、おめでとうございます。いやー、クレボ選手すごいんです。スプリントフリーでは金メダルということで、これが3つ目、すべての種類のメダルを取りました。しかも長距離、短距離、リレーともう網羅してます。ただまだ2種目残ってますということで止まりませんよ。これからも期待してください。そしてスノーボードいきましょう。混合団体なんですが、オーストラリアのブロッコフ選手は9位ということで転倒がありまして担架で運ばれたんですが、 SNS には病院から笑顔の写真を投稿していました。多くの応援メッセージありがとうということでした。そして個人で銀メダルを獲得したトレスプシュ選手のフランスは13位という結果でした。続いてアイスホッケーいきましょう。まずは女子ですね。藤本選手の日本、決勝トーナメントの初戦でフィンランドに敗れました。
6位という結果でこの大会を終えることになりますが、初めての決勝トーナメント進出、大きな一歩を踏み出した大会でした。お疲れ様でした。続いて男子の方は、三浦選手のドイツ、中国に勝って今大会初勝利、アメリカに善戦したんですが敗れました。予選リーグは1勝2敗ということでまだまだチャンスはあります。おしまいにボブスレーですね、女子モノボブは新設された1人で乗る種目です。カナダのアッピア選手、2本目まで滑った暫定時点で暫定で10位ということで、今まさに3本目と4本目やってるところということです。以上、ここまでトヨタアスリートの活躍お伝えしました。早速今日も中国トヨタオリパラ部の方々からコメントをいただいています。ありがとうございます。昨日の北京は大雪でしたが今日は晴天です。今日も GTTA の活躍が楽しみ、確かにね、週末競技の映像を見ると結構雪降ってたりとかしましたけれども、こうやって現地の情報もコメント欄で届きますので、そちらもお楽しみにしていてください。さあ、それでは今日の特集に参りましょうか。今日の特集はこちらです。アナザーサイドオブ北京、イスラエル唯一の GTTA は日本大好き、不可能に挑むアダムのストーリーということで、北京オリンピックのストーリーは北京だけにあるわけではありません。我々が応援する GTTA の中には、北京を目指しながら、あと一歩のところでその舞台に届かなかったアスリートがいます。イスラエルの GTTA ボブスレーでオリンピックを目指していましたアダム・ジェレミー・エデルマン選手なんです。東京2020の時もね、はい、空手でオリンピックを目指していたパキスタンとのサディ・アバス選手特集しましたもんね。はい、アバス選手は日本で生まれた空手という競技に魅了されて、空手を母国で広めたいという強い意志があった選手ということで我々も特集をしました。そして今回紹介するこのエデルマン選手、親しみを込めてアダム選手と呼ばさせていただきますけれども、彼は日本大好きのトヨタアスリートなんです。で、北京オリンピックを迎えるにあたって我々どんな特集しようかなというのを考えている時にですね、日本が大好きで夏冬通じて唯一のイスラエルの GTTA と、まさに今この出ている写真、日本の桜と一緒に撮っている写真ですけれども、しかもですね、イスラエルにとって初めてボブスレーでオリンピックに出場するという目標を掲げているアダム選手を見つけたんですね。もうこうなったら話を聞くしかないだろうということでアダム選手にインタビューしたら、我々が想像していた以上に日本が大好き、もうこれは北京でも応援しようと思っていたんですが、今回の北京には惜しくも出場はならなかったと。そっか。僕も2014年のソチオリンピックに出場ね、寸前どころでできなかったんですけど、当時はこうやりきったっていうすごい思いあったんですけども、やっぱりこう大会が進むにつれてだんだんこうそこに自分がいないっていうのがやっぱり悔しく思ったりとかっていうのがあったんですけども、やっぱりなので出られたバンクーバーオリンピックの時よりもやっぱり出られなかったソチオリンピックの方が僕としてはエピソードが多いっていう感じがしてますよね。やっぱいろんな思いがその分あるというかね。そうなんですよ。なので出場できなかったアダム選手にね特集を組んでくれて、これもトヨタイムズの良さなのかなっていうふうに思います。本当にまさに今小塚さんおっしゃったようにアダム選手が不可能に挑むこのオンリーワンのストーリーっていうのがぜひともやっぱりトヨタの仲間には共有したいなと、そしてアダム選手が情熱を注いでいるボブスレーという種目についてもぜひ知っていただきたいなということで今日もお付き合いいただきたいと思います。小塚さんの前にある柴犬の謎も今日は解けてくると思います。さあ、まずはですね、アダム選手がご自身について語ってくれていますのでそちらからご覧ください。AJ Edelman. I'm the captain and pilot of Israel's bobsled team, which is the Olympics' craziest sport. One day on television, I saw a bobsleigh and skeleton, and I thought, wow, that seems like such a crazy sport. Maybe it's so much fun. And in 2014, when I first tried skeleton, the coaches, they said, you will never make the Olympics. You're so bad at this sport. This will be the thing that I will make a difference with, that I knew when I was a kid, I was going to make a good difference. That was my real Start Your Impossible, where I thought, I will make sure the impossible becomes possible. ということでアダム選手はまずはボブスレーではなくてスケルトンで
ピョンチャンオリンピックに出場していた、そして今回はボブスレーチームのキャプテンとして北京を目指していたんですね。でもそもそもスケルトンでオリンピックを目指すことは不可能だっていうふうにねコーチから言われていたっていうんですけども、それを跳ね返そうとするこのアダム選手のこのモチベーションってなんかすごいですね。そうなんですよ。今の最初のコメントからもね、なんか不可能に挑戦する強いモチベーションがあるようなところを感じたと思うんですけれども、その点についてもアダム選手に聞いてみました。I am a Yudaya-jin, and many Yudaya-jin don't play sports, and they don't think that they can be great sports people. And so I thought, I really want to make a change. I want to show them that sports can be for us. And to do that, making the Olympics for Israel was an important step. And アダム選手、さらに自分がオリンピックに出ることで後に続く人たちの挑戦への足がかりを作りたい、こんな風にも話していたんですよね。まずそのスケルトンでその夢を叶えて、はい、でそこから再びボブスレーで不可能に挑戦をしていたっていうことなんですね。はい、まさにその不可能に挑戦するっていうところでいくとですね、自分のニックネームは、The Impossible Olympian だっていう風に話してまして、まさにトヨタのスタートやインポッシブルっていうのを聞いたときは、もうこれまさに自分のことじゃんっていう風に思ったそうなんです。それで今のねインタビューでもなんかね、日本語でユダヤ人って言ってますね、はい、気になりましたねなんか日本好きっていうのがにじみ出てますね。そうなんです。最初にお伝えしたようにですね、なんといってもアダム選手、日本がもう大好きということで、以前ね日本企業で働いていたこともあったそうで、その時のエピソードとしてですね、お寿司が好きすぎてお店にお金を余分に払って寿司職人から握り方を教えてもらっていたそうです。これまさにその、寿司を握っている写真とアダムさんが握った寿司、どうですか？いやなかなかなんか思いつかない発想ですよね、そこまでね。なんか職人から握り方を教えてもらっちゃうっていうのはなかなか思い浮かばないですし、さらに毎日ちゃんと訓練として2年以上1日も欠かさずお寿司を握っていて、こういうものが握れるようになったと。すごいな。どうですか小塚さん、日本人ですけど握れます？お寿司なんかギュッっていう感じが、手巻き寿司とか、それぐらいだったらできますけど、なんかお寿司握るところまでちょっとね、我々日本人でもみんな寿司握れるわけじゃないし、私も手巻き寿司しか難しいかなと思いますけど、寿司以外にも日本好きの要素はあります。というのもですね、ピョンチャンが終わってやっぱりアスリートとして一つの目標を達成して目標を失っていたアダム選手が訪れた場所、それが日本だったそうです。And whenever I become depressed or sad, I go to Japan. Japan is very, very special to me. The COVID, the borders are still closed, so I can't go back yet. But whenever I need to clear my head from depression or sadness, I always go to Japan. It makes me really happy to be in Japan. And so one day I was in Ikebukuro, and I went into a Shiba Inu cafe, like a Shiba cafe. And that day it was really terrible for my sadness. But I held one of the Shibas, and I thought to myself, okay, I for sure am going to get a Shiba. And after this, I knew that I had to get Lulu. And when I came back to Israel, when I went back to Israel, I then made the plans to get Lulu. And Lulu has been my partner. He's been my best friend since 2019. 出ました、ルルちゃん。はい。はい。この名前も日本の漫画からつけるという本好きということで、アダム選手のインスタを見てみるとですね、練習風景にもちょくちょく映っている。本当に可愛いですよね。一番右の写真はなんかボブスレーのコースを見守ってるんでしょうか、虹も出ていて素敵な写真ですけれども、ちょっとなんか心配な気持ちもねあるのかもしれないですけどね。インタビューの時もチラチラね左側に映り込んでましたし、本当に可愛いんですけれども、今日の特集のタイトルこれですね。イスラエル唯一の GTT は日本大好き、不可能に挑むアダムのストーリー。ちょっとね違うな、こうだな、なんだろう、
こうでした。イスラエル唯一の GTT は日本そういうことか犬好き何を修正ペン持ってんのかなと思ったんですよ、はい、さっきからこういうことです。確かに確かにもうただの日本好きではなくて日本大好きで、日本大好き大の字にちょっと点つけて犬にしてしまう。犬も好き、日本の犬が好きと。はい、なるほど。でこのルルちゃんと一緒に目指していたのが、ボブスレーでの北京オリンピック出場だったわけですけれども、直前の大会でわずか 0.2 秒差で出場を逃しました。でせっかくなんでアダム選手が情熱を注いでいるこのボブスレーという競技にも注目していきましょうよということで、アダム選手にどんな競技なのかも聞いてます。Bobsleigh is so difficult. One of the most interesting things about them is you need superhuman speed. Skeleton was like 140 kilometers an hour, and bobsledd's even faster. It can go up to like 160 kilometers an hour. And it's so very dangerous. You need speed and reactions, but also you need to not be afraid. You need to have confidence in yourself.さあなんといってもスピードですよ、先日紹介したスケルトン、今アダム選手140キロって言ってました、はい、でそれよりも速いって言ってました。で小塚さん、これボブスレーはじゃあ最大どれぐらいのスピードか。今ね映像の中にもこうなんか字幕隠れてましたね、隠れてましたね。英語ではちゃんと言ってましたよ。英語で言ってましたね、はい、僕は聞き取りましたよ。聞き取れた。皆さんぜひねコメントの方に正解書いて。さあ140キロのスケルトンと比べて速いボブスレーは何キロでしょうか。正解見てみましょうか。はい、もう一度じゃあちょっと見てみましょうよ。Skeleton was like 140 kilometers an hour, and bobsledd's even faster. It can go up to like 160 kilometers an hour. はい、ということで、ちょっと映像は今 122.4 キロってこの時の映像で出ちゃっててちょっと分かりづらくなってますけど、最大で160キロにもなるということで、160キロ、はい、すごいな。ボブスレーはまさに氷上のスーパーフォーミュラ。さすが小塚さん、これリハーサル通り。リハーサル通りトヨタイムズ放送部ですからゴンメーカーがチャンピオンを取って優勝の美を飾った F1 ではなくて、4月からシーズンの始まる国内最高速のレーススーパーフォーミュラで表現してくれたと。もちろんです。スーパーフォーミュラの最高速300キロにを超えるんですけども、ボブスレーはエンジンもモーターもなしですから。ということはカーボンニュートラル。さすが小塚さん、これもリハーサル通り。はい、そう言わないでください。恥ずかしいから。無理くりちょっとトヨタイムズ風、トヨタ風にちょっとしてみましたけれども、ちょっと本題に戻って、ボブスレーのソリをじゃあちょっと見てみましょうか。今回もちょっとイラストで表現してみました。体がむき出しだったスケルトン・リュージュとは違ってこのようにですね覆われてますね。でここに2人あるいは4人で乗り込みます。なんかこう、ソリというよりもこうスポーツマシーン、モータースポーツのマシンに近い感じですね。まさにそうですね。前と後ろに2枚ずつランナーと呼ばれる刃がついてまして、このようにですね先頭のドライバーがハンドルを操作することでこのランナーをタイヤのように動かしてそれをコントロールすると。はい、なのでまさに小塚さんが言ったように速いだけじゃなくて操作性があるっていうところもこう氷上のスーパーフォーミュラと言われるゆえんかもしれませんね。でですね、ちょっと映像なんですが、勝負を大きく左右するのはこのスタートダッシュなんです。でこれスケルトンと一緒で選手が呼吸を合わせてスタートと同時に一気にソリをこうやって押し出して加速をつけて素早くソリに乗り込むんですけれども、ピョン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 、そう自力でね加速できるのは本当にこのスタートダッシュだけなんで、この部分が競技タイムに大きく影響を与える重要なポイントでもあります。その後の滑ってる時、滑り始めたら何が大切になってますか？これも前回と似ていまして、先頭のドライバー以外の後ろの選手っていうのは空気抵抗を極力小さくするためにできるだけ小さくなって、で同時にこれ重りの役割を果たしているそうなんですね。じゃあ空力と重りっていうとこうやっぱりなんかこうモータースポーツに近いものを感じますよね。そうなんですよ。よりこう例えば低重心とかね、そういうところがモータースポーツに近いのかなと思いますけども、安定走行性左右するとかそういうところの低重心大事ですもんね。それからもう一つモータースポーツと似てるところといえばやはり G ですよ。ボブスレーは最大 5G 以上だから自分の体重の5倍以上かかるそうで、
でしかも 1500m ぐらいのコース中カーブが15回ぐらい出てくるわけですから、その度に 5G 近くこうかかって、もう本当前回のリュージュスケルトンと同様、これまた結構過酷な競技ですよ。でもしかもね、最後はこう 0.2 秒っていう、そうさっきねおっしゃってました、世界で勝負を分ける世界ですからね、厳しい世界ですよね。でちょっと思ったんですけども、モータースポーツに近いってことは、このボブスレーのソリもこう自動車会社としてのノウハウっていうのも活かせるんじゃないですか。鋭い、その通りです、最近はですね、空力の観点からその研究開発というのが進んでいまして、すでにオリンピックの代表選手チームとヨーロッパの車メーカーが連携してソリの研究開発に力を入れていたりもします。ってことはトヨタがこうアダム選手のためにソリ開発に協力できる日も近いということ。そうなんですよ。だから我々もね、トヨタがボブスレーを開発したらっていうのをね、ちょっと勝手にね想像してみちゃったんですよ。出た、久しぶりにヤリスヤリス久しぶりだな。なんか小塚さんだいぶ嬉しそうですね。そうだって、僕多分夏以来ですよ、ヤリス。夏以来のヤリス。夏以来のヤリスなんですよやめてくださいよ、まるで我々が小塚さんからヤリスを遠ざけてたような言い方はたまたまですよ。それ寺尾先輩の時によく出てきた、寺尾さんだって自分でも持ってくるからそういうこと、じゃあこれから自分で持ってこなきゃいけないですかもしれない。ヤリスね、ボブスレーになったらヤリスレーどうすか。もう一回いいですか、ごめんなさいヤリスがボブスレーになったらヤリスレー、かもしれないですねさすが小塚さん、滑るのがお上手いやもうほら、冬は滑ってなんぼだって。そうだ、言ってたからね、なるほど、自分有言実行だ。有言実行。なるほど、これはちゃんと自分で持ってきて、ヤリスレー覚えてくださいね。覚えなくてもいいかもしれませんさあ、ということで、我々ですね、トヨタイムズ放送部も、アダム選手を応援していますので、ぜひアダム選手日本に来た時はこのスタジオにもお越しいただけたらなと思います。その時はぜひ一緒にね、ルルちゃんも一緒に来てほしいですね。さあ、ということで最後にそのアダム選手からトヨタの仲間にメッセージをいただいてます。あの子と一緒です。To my dear Toyota family, it's been an amazing season together. Lulu and I are so happy that you were by our side. Unfortunately, Israel's bobsled team fell just short of the Olympics by about 0.2 seconds or one placement. This season was only made possible by your support, and I felt that support every day. It encouraged the team to go harder and faster and stronger. I promise you that we will be back in 4 years and that we will make the Olympic Games. I was so proud to put Toyota's logo on our sled, and every time we went out to compete, we knew that we were proudly wearing the Toyota family symbol. Please, I encourage you to reach for your dreams and goals in the same way that we did. And while we fell just a little short, we did something extraordinary together. Israel came as close as it ever has to qualifying for the Olympic Games in bobsled. And I tell you, I promise you once more, in 4 years, in 2026, we will make it, I hope, together. Jane, take care. Bye-bye. 最後はルルちゃんもカメラに目線を合わせてくれました。途中何度か眠そうでしたけどもはい、すごく可愛かったですし、コメント欄もルルちゃんフィーバー、はい、ありがとうございます。でも本当に今みたいなアダム選手の言葉を聞くとですね、本当に我々も応援したくなりますし、イスラエルという場所に不可能に挑み続けるこういうアダム選手というトヨタの仲間がいることを皆さんにぜひ知っていただきたいなというふうに思います。これからもね、アダム選手応援していきたいですね。はい、さあ、そして最後にですね、ボブスレーで出場する、今回北京オリンピックに出場する GTTA も紹介させてください。こちら、カナダのシンシア・アピア選手です。ガーナからの移民であまり裕福ではない家庭で育ってボブスレーを始めてからも苦労が絶えなかったそうです。だからこそ同じような子どもたちが夢を諦めないためのヒーローになりたいと思っているということなんですが、そのアピア選手が出場するのが先ほどもちらっとお伝えしました女子モノボブ。このモノボブというのは一人乗りなんですね。でチームスポーツであったボブスレーに今回から設けられた新種目で、予選がまさに今行われているということです。そして女子2人乗りの予選にも出場しまして、今週の18日金曜日にもこのアピア選手出場することになってます。そしてこちら
SNS の写真ですね。はい、SNS の写真もいいですよね。これはベンザですかね。素敵な笑顔です、アッピア選手ということで、ここまで以上アナザー・オブ・北京ということで、シンシア選手を応援しながらアダム選手のこともぜひとも思い出してください。じゃあね。さっきのアダム選手の真似ってことで真似ね、OK です。何があったのかと一緒に思いましたさあここからは今後のトヨタアスリートの出場競技予定をご紹介していきます。まずはその今お伝えしたボブスレーですね、女子モノボブカナダのアッピア選手は、今3本目と4本目を今滑っているというところだと思います。それからアイスホッケーいきましょう。男子、ミューラー選手のドイツはですね、明日準々決勝進出をかけてスロバキアと対戦することになっています。それからフィギュアスケートは今度は女子ですね。ショートプログラムアメリカのアリサ・リュウ選手16歳です。団体にも出場していなかったので今回はこれが初登場ということになりますね。明日の夜行われます。そしてカーリング女子吉田選手の日本現在3連勝中、今中国戦をちょうどやっているところですかね。今夜は韓国戦ピョンチャンの銀メダルの韓国との試合もあって2試合あります。さらに明日はイギリス戦ということで連日ありますのでちょっと大変かもしれませんがぜひとも応援よろしくお願いします。さらにスノーボードいきましょう。ビッグエア皆さん覚えてますでしょうか。ピサの斜塔とか凱旋門とか、トヨタ本社よりちょっと低いあたりから飛ぶとんでもない競技です。GTTA 対決、スロープスタイル銅メダルの右側カナダのマクモリス選手と4位のアメリカレッド・ジェラルド選手、この後予選があって明日決勝ということになっています。続いておしまいにノルディック複合ですね。ラージヒルちょっとまだ出場確実ではないんですが明日日本の岐阜日野自動車所属の永井選手と長野日野自動車所属の山本選手が出場の可能性 GTTA 対決の可能性があります。これらの結果は、次回のトヨタイムズ放送部でお伝えしていきます。それ以外の予定結果はトヨタイムズの特設サイトで確認してみてください。選手のインタビュー動画それからアスリートの SNS 情報も載ってますのでぜひともチェックしてみてください。さあ次回の放送なんですがこれですね、水曜日12時からこちら GTTA ってトヨタだけじゃないよね。そうだね、トヨタグループ特集ということで国内のトヨタグループ各社 GTTA を総ざらいします。そうだねでおなじみネッツトヨタ北見所属の吉田知那美選手にインタビューをさせていただきまして、連日奮闘中のカーリングの魅力たっぷりと語ってくれています。インタビューの前編をですねトヨタイムズの記事にしまして一足先に、先ほど公開しましたのでぜひ概要欄から皆さんアクセスしてみてください。それから長野日野自動車所属の山本涼太選手も紹介することになっています。さあ小塚さん今日もたくさんコメントが来てますか。はい、コメントをたくさんいただいております。まず一つ目から、柴犬犬さんから GR ヤリスレーの方が速そう。GR ヤリスレーの方が面白いかもしれないですね。GR ヤリスレーやっぱりちょっと浸透してきました。浸透してきたら、それで嬉しそうな。よかった。はい。柴犬犬さん。はい、柴犬犬さんありがとうございます。今日に合わせたような名前ですね。はいはいはい、そして、もう一つ中国トヨタオリパラ部から、はいはい、いただいております。森田さん小塚さんピンバッジつけていただいてますね。ありがとうございます。むしろあれですよ、送っていただいてありがとうございますですよ。本当に素敵な、はい、見えてますね。はい、未来がそうなんですよ。未来、はい、オリジナルピンバッジは今つけているもの以外にも未来 FCV コースターシエナのウェルキャブがあってつけて歩いていると周りの方から欲しいっていうふうにそうなんだ。はい、貴重なものです。貴重なものありがとうございます。改めましてはい、はい、小塚さんピンバッジの思い出あるっていうような質問があるんですけども結構ねこう選手同士で交換したりとかもするんですよ。で選手同士だけじゃなくて例えばこうスタッフの方々皆さんボランティアの方だったりとかと一緒に交換したりとかもするので、まあ、これ見たらね欲しいなって思うかもしれない。選手の時だったら本当にだからいい思い出になりますよねやっぱりね、この時だけのということで、はい、さあということで、今日も皆さんお付き合いいただきましてありがとうございました。トヨタイムズ放送部ここまでのお相手は森田京之介と小塚貴彦でした。それではまた水曜日に
ワン。トヨタ。悔しくて泣き叫んだ日、誰にも甘えられない日々、孤独にファンを抱いて幕が上がり、さあ始まるこのストーリー、刻みたいな Our history、 狙うのはてっぺんのヒーローヒロイン、 We all teammates, We gonna make it shine, Oh 飛び込むんだスポットライト、Some days that I couldn't show myself, with loneliness in my heart.